3歳だと思います、始めたのは。自分から始めたいといった記憶はゼロですね。母親が多分習わせたかったんだと思うんですけど、私は上が、兄がいて、下が弟で、男兄弟の真ん中で育ったので、かなり、手こずったようで、女の子らしくさせたいという多分それだけの理由で、最初はバレエを習わせようとお教室に行ったら、満杯で習えないということで、たまたまそこに張り紙があったピアノの先生のところに行くことになったっていうのがきっかけだったと聞いております。そうですね、小学校の6年生の時に、いわゆる中学受験というのを、味わって、その時に1年辞めてますね。で、それまではあんまり好きじゃなかったですね。好きというか、先生が怖くて辞めたいということが言えなかったというのと、あとはやっぱ外で運動をしたりとかですね、遊んだりするのが大好きだったので、どうしても毎日練習をしなきゃいけないという、そこに尽きるので、それはあんまり好きじゃなかった記憶はありますね。ただ、中学に入った時に進路を決めるにあたって、母親がちょっと、教師だったので、手に職を持っている女性ということで、これから先何か自分の中でできるものがあるといいんじゃないっていう言葉がなぜか響きまして、中学2年生の時にこっちの道に進もうと決めて、で、音工を受験するという方向で、もうそこからは音楽の道一本という気持ちで、取り組むことになりました。コレペティという言葉を知ったのが大学を卒業した時で、それまではいわゆるソリストとしてピアノを勉強していました。大学を卒業した時に、この先どうしようかということで、皆さんが、選ぶ道の一つである留学ですね。留学をしようと思って、で、向こうの学校は9月から始まるので、それは、9月に受験をしようということで準備をしてました、実は。で、その時は、コレペティという言葉も知らずに、たまたまですね、卒業する前ぐらいに、大学院のオペラ科に空きができたという、伴奏ですね、空きができたということで、勤めないかと言われて、卒業してすぐに、大学院の、嘱託として、勤めることで、その時初めてオペラというものを、弾くというのがコレペティというのが、漠然とですけれど知ったんですね。なので、その時はですね、私の中では、お金をもらえる、給料なので、大学なので、お金をもらって、その貯金をして、そのまま1年で辞めて、向こうに行って、でソロの勉強をしようと思ってました。はい。なので、自分からコレペティになろうと思って、この道に入ったわけではないですね。はい。それがですね、半年経った秋にですね、大学院の講演というのがありまして、で、それに関わるんですけれども、私は、照明球といって、照明に球出しをする役を、あてがわれまして、で、その講演になった時に、たくさんのその舞台さんたちが学校に来て、一つの公演を作り上げるんですね。で、その裏の世界を初めて見て、で、一つの公演オペラをするのにこんなにたくさんの人が働いているっていうのを初めて知ったんですね。で、ピアノをソロで勉強してると、そういう方たちに会うきっかけっていうのは多分ゼロに等しいんですけれども、照明器をやったことで照明の方たちだけじゃなくて、スタッフの裏の大道具さんとかですね、演出家の方もそうですけれど、そして初めて公演が終わった時にもう感動して、涙が止まらなくて、で、その時に初めてちょっとこの世界のことを勉強してみようかなと思ったのがきっかけだったので、留学はやめて、その気持ちのままですね、その時、指揮をなさってた福森翔先生という方がいらっしゃるんですけど、その方に勉強ちょっとしてみたいって言って、今に至るっていう感じですね。はい。そうですね、たくさんの海外からの、歌手と一緒に仕事ができたっていうのは、今でもいいんですけれども、
この浜松の国際コンクールで、優勝したりとか賞に入って人たちとこう現場でお会いして、それで一緒の公演ができるっていうのは一つの今の楽しみでもありますね、とってもね。あとはそうですね、指揮者の方の力がやっぱり素晴らしいと、自分にとってはその公演が思い出に残ったりはします。はい、たくさんありますね。やっぱり海外から来る方は、言葉の壁もありまして、私はイタリア語はできるんですけれども、例えば中国の方とのねこうやり取りですとか、韓国の方のやり取りとか、そういうので、音楽は言葉を超えるとは言いますけれども、こうちょっとした何時に待ち合わせっていうのが通じなかったりとかして、それは苦労ではありましたけれども、でもこう来た方がみんな気持ちよく歌って、帰っていってねいただくお手伝いができるというのは非常にやりがいのあるお仕事だったなっていうのはすごく思います。はい。そうですね、コレペティは随分目指す方も増えてきたと思うんですね。私の頃は本当に少なかったのと、あと世の中的にまだ日本では言語で歌われることが少なく、例えばドイツ語とかイタリア語で歌うものを日本語に直して歌うことも多かったので、今はもうそういうのはもうなくなりつつあって、言語できちんとやる。そうするとやっぱり言葉のことですね。言葉のことも大事だし、あとは全体的な音楽の、伝統のことを知るっていうのも大事だと思うんですけれども、最終的には人間だと思ってます、私は。なので、歌い手さんと、それから指揮者、それからいろんなスタッフの間にこう必ず入るコレペティという役なので、こうみんなと作り上げる、協調性も必要だと思いますし、あとは性格的にですね、あんまりこ顔に出ないというのも大事かなっていうのはありますね、気持ちが。いつも同じ顔をしてろってすごく言われたことがありまして、現場では。なのでプライベートでどんな嫌なことがあっても現場では明るく、そしてみんなと一緒に作れるっていうのが一つの要素かなっては思ってますね。はい。そうですね、京子先生がきっかけと言ってもいいんですけれども、たまたま私の同級生が京子先生の門下で、その頃私の大学でも先生教えてらっしゃって、で、1年生の時ですね、初めて伴奏で伺って、で、その時にですね、京子先生から教わったことというのが今でも生きてまして、大変、厳しい、先生でいらっしゃったんですけれども、例えば服装ですね。その人前で歌ったりとか演奏するにあたって、私ジーパンを履いてたんですけれども、その格好は何だと。で、あと運動靴ですね。運動靴を履いてまして、で、それで人前に出るのかとか、そういうことも含めてですね、すごく厳しく、教えていただきましたね。で、オペラのアリアを弾くだけでなく、そのアリアを弾くのであればオペラ全体を知ってないとダメだってすごく言われて、でその時は先ほども言いましたけどコレペティなんていう言葉も知らなかったので、めんどくさいなと思いながら、1本3時間とか4時間のオペラをとりあえず見て、レッスンに行きますと、なぜか私に京子先生がこのアリアの、背景ですね、どういうことを言っててどういう場面なのかを説明しろとおっしゃって、で私としてはその歌ってるお弟子さんがそれは説明するはずだと思うんですけど、私の方にこう振られましてですね、どのくらい勉強してるかをこう試されたりですとか、そういうのがありましたね。でもすごく可愛がっていただいて、で卒業してその大学院のオペラ科に多分推薦してくださったのも京子先生ですし、私の道をこうなんとなくこう導かれたのも先生なのかなって思うことはありますね。なので先生が教えてくださったことは今自分の中でもすごく生きてて、はい、いつも人に見られている職業なので、夢も与えて、そしてきちんと演奏もするっていうのは基本なのかなとは思ってます。はい。